皆さんこんにちは、チャッキーです。今回はね、めちゃくちゃ簡単でうまいね大根ステーキの作り方を紹介させていただきます。大根もね、ある方を使ったらね、あっという間にね、柔らかくてね、味も染み込みやすくなるね、そんな方法も紹介しますんで、ぜひ最後までご視聴お願いします。それでは一緒に作りましょう。チャンネル登録お願いします。それでは材料から紹介させていただきます。まずこちらね、大根2センチぐらいの厚さで切ったのを2つ使います。今回味付けの方はね、簡単にいきたいので、めんつゆ 50cc、 バター少し、チューブのおろしにんにくを少々使います。で仕上げのね、トッピングにね、刻みネギと卵黄を使いたいと思いますので、あれば用意しておいてください。材料は以上です。まず大根なんですが、柔らかく湯がいていくのですが、今回はむちゃくちゃ簡単な方法をね、紹介します。とりあえずね、2センチ幅に切った大根、皮の方はね、全て剥き取ってください。はい、こんな感じで剥き取ってしまいます。このね、皮の方はね、美味しいお漬物が簡単に作れる方法があるんでね、捨てないで残しておいてください。作り方の方は以前紹介してますんでね、説明欄や動画の最後に貼っときますんでね、ぜひ見てください。はい、そしてこの大根ね、皮を剥きましたら、だいたいね、3分の1ぐらい、こんな感じでね、十字に切り込みを入れてください。はい、この状態ですね。これを2つともやっていきます。しっかりね、皮を剥いて切り込みを入れた大根、柔らかくなるまで湯がいていくんですが、鍋で湯がくとね、めちゃくちゃ時間かかって大変なんで、今回は電子レンジでいきます。こういうね、電子レンジにかけても OK なタッパーなんかを用意してね、入れちゃってください。そこへね、大根が半分ぐらい浸かる程度お水をね、注ぎ入れます。そしてね、お砂糖、これちょっとシャバシャバシャバっとこの水の周りに入れてね、さささっと溶かしておいてください。あとはこのままね、ラップをかけて電子レンジ 600W で10分加熱していきます。はい、今ね、電子レンジで10分間加熱してきました。これでね、柔らかくなってます。ラップ外すときはね、蒸気が一気に出てね、熱いんでやけどに注意してくださいね。一応ね、柔らかくなってるかはね、爪楊枝とか竹串なんかをこう刺してみてください。スポスポッと入れば大丈夫です。私はね、食べた時にね、大根の食感も感じた方が好きなんで10分ぐらいにしてますがね、15分ぐらいするとね、もうふわふわとろとろになるんでね、そこはお好みの加減で調節してください。次はこんがり焼いてステーキにしていきます。はい、まずはね、フライパンの方に油を引いてね、中火ぐらいで温めてください。フライパンの方が温まってきましたら、この柔らかく下茹でしておいた大根、こちらを入れてね、表面をこんがりと美味しそうな焼き色をつけていきます。これちょっと説明しておくときにね、大根を湯がくときに砂糖を入れましたけど、砂糖を入れるとね、早く柔らかくなりやすくてね、味も染み込みやすくなりますんでね、普通にお鍋なんかで茹でるときもね、少し砂糖を入れてやってみてください。味の方にはほとんどね、影響ないので、素早く柔らかくなって味も染み込みやすくなりますんでおすすめです。はい、大根のね、両面、いい感じね、美味しそう。こんがりとね、焼き色をつけてください。この焼き色をつけておくことでね、仕上がった時のね、表面の照りツヤがめちゃくちゃ良くなるんでね、両面しっかり香ばしそうに焼いていきます。はい、大根の方がね、裏表ね、いい感じに焼けてきました。そしたらね、ちょっと火力を弱火にしてください。火力を弱火にしたところで、めんつゆをね、周りから入れちゃいます。この時ね、火力を強いままいっちゃうとね、一気に煮詰まって焦げちゃうので、弱火にしちゃってください。そしてね、弱火のまま、時々大根のね、上下をひっくり返しながら、めんつゆの方をね、煮詰めていきます。はい、弱火のままね、大根の上下をね、時々ひっくり返しながら
まあ12分しっかりとねめんつゆを大根の方にね染み込ませていきます。煮汁の方がね半分ぐらいになったところでおろしにんにく適当にぴょぴょっと入れてくださいね。溶きほぐしときます。そしてねバター、このバターも入れちゃいます。全体的にねこのバターとニンニクを溶かします。はい、いい感じでね溶けてきました。この時もね大根の上下をね時々ひっくり返してください。割れちゃいそう。はい、最後ねここから仕上げ、この残りの煮汁を強火で一気に煮詰めて大根の周りに絡めちゃいます。それでは全開。はい、こんな感じでね全開にしながらしっかり焦がさないようにねお鍋をゆすりながら大根の周りにね絡めていってください。はい、こんな感じでもう煮汁の方がほとんどなくなって、柔らかすぎて割れちゃいました。このね煮汁を大根の周りに絡めちゃってください。ここまでできたら盛り付けていきます。はい、しっかりね味を絡めた大根器に盛り付けちゃってください。めちゃくちゃうまそうやん。ご予約の電話いただきましたわ、ありがたい。そしたらねトッピングですね、刻みネギをねパラパラっと上に乗せて、ちょっとね真ん中の方を開けといてくださいね。卵黄を乗せるとねめんつゆガーリックバターのねめちゃくちゃ美味しい味とこの卵黄のまろやかさが混じってね最高なんでね、真ん中に卵黄をトッピングします。うまそう。はい、これでねあっという間に簡単に作れる大根ステーキ完成です。それでは今日もいただきます。めちゃめちゃうまいやん。柔らか。やっぱめんつゆバターにニンニク入れるって最強の組み合わせですよね。いやもうっていうかめんつゆがすごいわ。めちゃめちゃ適当にやっただけで味もつくしね、素晴らしい商品。自分で味付けしようと思ったら意外と難しいですけどね。そしてこの卵黄を絡めることでねめちゃめちゃコクが広がっても最高。大根もねちょうどいい感じの食感になって柔らかくてむちゃくちゃうまい。もう電子レンジでチンするだけで柔らかくなるんですごいよね。いやこれはマジねおすすめですよ。おつまみにもいけるしねおかずにもいけます。冬にね寒い日なんかにこの作って熱々の出てきたらめちゃめちゃ嬉しいですわ。速攻なくなった。ごちそうさん。はい、ということでね今回は大根ステーキの作り方を紹介させていただきました。大根もね電子レンジであっという間にね柔らかくできますしね、もう味付けもめんつゆを使うんで間違いなし。かなりおすすめのね一品なんでぜひ作ってみてください。今回は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。